ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのオーアルズ型ドメインランプを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、ダスクモーンのオーアルズサイクルで大幅に強化されたアーキタイプですね。新カード発表当初から注目されていましたが、オーアルズサイクル、特にホーントウッドとミストムーアがかなりマッチしていて、ドメインランプをさらに強化する形となっています。ホーントウッドは3マナで5色基本凸トークンの生成をし、乱反しながら歴戦の束縛を1マナで打てるようにし、さらに5色ランドということで、たまに起こる色事故も回避します。ミストムーアは4マナで2-1飛行を2体出すことができるので、序盤を耐える動きで強く、さらに耐えた後はそのままフィニッシャーになっていきますね。また、どちらも長考で唱えても豆の木でドローが発生するのが強く、無理やりにでも ORG を使いたい大きな理由の一つでもあります。さらに言うと、このデッキにおいては、中盤以降はどちらのカードも素出しすることが可能なので、長考コストとの2択を選べるのも強力な一面となっていますね。また、わずかなアップデートではあるのですが、新しい2色ランドを無理なく入れれるのも地味に大きく、森カウントは大抵他の土地で被っていくので、3ターン目の一時的封鎖をやや打ちやすくなっています。はい。ということで正直動き自体は想像がつくと思うのですが、使ってみると ORG の強さをかなり実感できましたので、実際にどんな感じで回るのか、さえの方をどうぞ。今回もいつも通り BO3 ランクマッチで収録しています。さあ、ということでやっていきます。こちら先手。これは割といいハンドですね。豆の木こそないものの、はい、3マナ目はもらっていきましょう。しっかりと3ターン目に、一時的封鎖も打てるハンドということで、さあ、ただ相手ひよっこからスタート。ボロス招集なのか、もしくは、という感じではありますが、はい、これは、白タンコントロールですね。さあ、人参ケーキからトークンが出てくる。とりあえず、土地を持ってきましょう。相手はおそらく特目を警戒して、殴ってこなかった形ですね。ただ、正直このターンに、一時的封鎖を打つまでもないということで、ホーントウッドから入っていきましょう。乱反優先ですね。正直このハンドであれば、ホーントウッド連打からのミストムーア、スダスまで見えているハンドですね。さあ、これ太陽効果を引いてくる。土地をもらっていきましょう。世話人の才能は、さすがに残せないということで、束縛を打っていく。割と、盤面は綺麗になっていくと。さあ、そして、なんだかんだ、もう2ターン後には、ホーントウッドはクリーチャーになっていきますね。というか、手札のね、ホーントウッドはもう、素出しができる状態ということで、これは、素出しをしていきましょう。おそらく相手、白タンコントロールということで、全体除去はね、何枚か入っているとは思うんですが、相手と止まってきているので、ウセロを持っている可能性は割と高そうですね。ただ、はい、特目。特目からの特目。うん。特目連打からの、エンチャント重ね張りがちょっと嫌な感じはありますが、で、相手束縛触ってるんで、ウセロをね、おそらく持ってるんですよね。世話人の才能を、戻されるとちょっとめんどくさい、感じではあるかなと。なるほど。巣ごもりの季節。さあ、どっちとも、はい、取り除いていく。ただ、2ドロが発生したため、こちらもね、アトラクサを引いてくることができましたね。となると、一旦、太陽効果を打ってから、で、次のターン、アトラクサからの歴戦の束縛を探しに行く形になるかなと。一旦このターンは、全体除去ですね。全体除去をしながら、ターンの終了時には、オーワルジが帰ってくると。この動きもね、本当にめちゃくちゃ強いですね。トビー、なるほど。序盤を、しっかりと耐えるようになっている構成ですね。ちょっと前に流行った白タンコントロールが、こういう形でしたね。さあ、世話人で、トークンのコピーを作っていく。44のコピーができるっていうのはかなり強いですね。1マナですからね、これ。さあ、ただ、
まあ盤面的にはややこっちの方が強いかなという感じではありますが、まあ、相手のトークン1体倒して、殴っていきましょう。さあ、44を倒しながら殴っていくと。でも相手人参ケーキから、1乗を出すことはできるんですけど、まあ、ホントウッドを相打ち取っていこうとすると、まあ、44はどちらにしろ、消えていく形になりますね。そしてもうこれ、ホントウッドで4枚ね、5色ランドトークンを出していると。これね、本当使ってみるとわかるんですけど、めちゃくちゃ強いです。お、3体ブロック。まあ、さすがにか。まあ、相打ち取って、チャンプはしない。なるほど。さあ、6点通って残り11点。まあ、怒りの大天使もう1枚あるということで、まあ、飛行で攻めて、残り4点を削っていく。という流れも、見える盤面ではあるかなと。お、ここに巣ごもり。なるほど。これ、アトラクサがかなり、生き残りやすくなった感じはありますね。まあ、トビーにその破壊不能がつくんで、まあ確かに厄介っちゃ厄介ではあるんですけど、まあ、これはもうアトラクサを出していきましょう。アトラクサの7点プラス、怒りの大天使4点で勝ちが見えている状況ということで、まあここにその大天使に巣ごもりを使ってきたのは、まあ割と大胆な、プレイな感じではありますね。さあ、ここもうスタックでドローしてくる。はい、束縛いいですね。束縛、群れの渡り、大天使、まあ、長宝ランドでいいかなと。まあ、大天使連打もできますし、ミストムーアの大主で、飛行トークンをね、どんどん出すこともできると。うん。まあ、こんな感じでいきますか。まあ、トビーが、破壊不能を持ってるんで、殴ることはできませんね。さあ、ただ相手除去を引いているのかどうか。はい。これは、まあ、どうでもいいクリーチャーですね。さて、まあ、除去を持ってるかどうか次第。残り3枚。除去入ってるとしたら、まあ、相手の構成だと、うん。なんか全除去入ってなさそうな感じはしますよね。まあ、追加ドローさせたくないということで、世話人の才能に束縛を使っていきましょう。まあ、英語でワンドローはされてしまいますが。さあ、ワンドローで、残り3マナ。まあ、ウセロを引かれなければという感じではありますね。さて、引いているのかどうか。まあ、正直引かれていたとしても、こっちが、割と有利な場面ではありますね。さあ、7点通っていく。通ると、もうさすがに、勝ってそうな感じはありますね。さあ、大天使、ダブルキッカーで4点を飛ばしていくと。GG。さあ、まあ、相手、エンチャントコントロールということで、火ダゼは全部入れていきましょう。まあ、エンチャント破壊系入れて、あとは何を抜いていくか。正直封鎖はそんなにいらなそうな感じではありますね。どっちかというと、まあ太陽効果を当てていきたいかなと。まあ、ウセロは入れていきますか。まあとりあえず、封鎖1枚抜いて、まあちょっとサイドアウト難しいんですが、まあ正直エンチャント破壊かなり入っている、相手ということで束縛は1枚は抜いてもいいかなと。まあ、あとは大天使ですね。さあ、1本目勝って2試合目。はい。これはキープでいいでしょう。まあ、2ターン目やはり豆の木から、入っていけるというのが強い動きになっていきますね。まあ、あとは大主が引ければという感じではありますが、まあ、情報ランドと豆の木で探していきましょう。まあ、土地は欲しいということで、上に置いていくと。相手は人参ケーキからスタート。さあ、スクライはボトム。うん。まあ、とりあえずドメインが稼げる方から置いて、まあ、目の毛ですね。
まあ序盤はお互いに、ゆったりと盤面を整えていくという形になりますね。さあ、ただ相手強いクリーチャー出てきましたね。まあ太陽効果を当てていきたいクリーチャーではあるんですが、まあちょっとしばらくの間は追加でドローされてしまう形になっていきそうですね。いやー、2枚目はね、かなりめんどくさいですね、これ。さあ、これは延々とドローを稼がれてしまう。ちょっとこれ、動けないですね。まあ、大天使をね、別に出してもいいんですけど、まあ、出す意味がそんなにないということで、まあ、一応、キッカー1で唱えれる状態にしてから出していきたいかなと。さあ、人参ケーキ。これ2ドローされますね。さすがに人参ケーキで2ドローはやばい。で、これ、英語を破壊してしまうとね、エンチャントで残ってしまうので、まあ、大天使ではちょっと除去りづらいですね。はい。さらにクリーチャーが出てくる。まあ、ちょっと太陽効果を引けるまでは、まあ、しんどい展開が続いてしまうかなと。まあ、一旦大天使で、まあ、トークンを除去りながら、ブロッカーを出していくという形になりますね。さあ、さらに大天使。まあ、正直ね、太陽効果さえ引ければ、もうどうにでもなる盤面ではあるんですよね。ただ、現状ちょっと、まあ、ハンドにないため、だいぶしんどいですね、これは。まあ、英語は倒したくないということでトークンに当てていく。まあ、相手除去を持ってるんですかね、これは。いや、何もない。さあ、とりあえず2点ゲインは、することはできましたが、まあ、もしくは7マナまで耐えて、で、群れの渡りキャストですね。さあ、ウセロで大天使は除去られていく。まあ、そろそろ打点もちょっと痛くなってきますが、さあ、さらに2ドロー。さすがにね、引かれすぎですね、これは。さあ、残り7点まで。まあ、ゲイン自体はね、大天使でできはするんですが、さて、6マナ目。まあ、ただ、ここで耐えることができれば、全然いけますね。さあ、大天使出て、トークンを2体、除去っていく。4、5。おー、なるほど。そんなカード入ってるんだ。ゲインができない。ワンチャン死んでる ?2、3、4、5、6、7。死んでる、ないか。3点ゲインできるんでギリギリ耐えてますね。除去、はい。あったら投了ですね。GG。まあ正直2試合目に関しては、こっちがね、ちょっと動きが弱すぎたため、まあしゃあなしかなと。このまま行きましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。はい、これはかなりいいですね。まあ豆の木から入って、ホントウッドまでいけるということで、キープしていくと。まあ正直この豆の木からのホントウッドがね、本当に動きとしてめちゃくちゃ強いんで、まあこの動きができるようになったっていうのが、まあ、ドメインランプかなりでかいですね。ということでまずは森を持ってきましょう。さあ、今回はしっかりと、太陽効果も引いていくと。まあさっきの試合もね、正直、太陽効果さえ引ければという感じではあったんですが、まあ引かないものはしょうがないですね。さあ、相手が止まってくる。まあ、特目か、ウセロかという感じではありますが、まあたださすがにここにウセロはなさそうですが、ただ止まってくる。いや、豆の木触ってますね。ウセロだ。まあ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 。泥誘発後ということで、まあ特にという感じですね。さあ、ということで、まあホントウッドから、はい。まあいい感じに回っていくんですが、ただ英語がかなりめんどくさい。太陽効果をね、これ11で使いたくないんですよね。まあ、相手がクリーチャーを出してきてくれたら、そこで、打っていきたいという感じではあるんですが、
ただ、相手噴水口を引いているため、これは構えてくる可能性がかなり高いですね。まあこれはしょうがないですね。さて、重宝していきましょう。封鎖、もらっててもいいかな。で、これまあちょっとしょうがないんで、効果打っていきましょう。相手これ、構え続けることができるんで、このままやってたら、延々とね、ドローされてしまいますね。さあ、ホントウッドが、次のターン、クリーチャーになっていくと。お、噴水口を使わず、なるほど。これはノーン。はい。まあ、ノーンは、ウセロで倒すこともできるんですけど、まあ、先に展開していきましょう。さあ、ホントウッドプラス33が5体という盤面。相手これ全体除去、なんか、なさそうな感じはしますよね。軍備放棄、なるほど。まあ、軍備放棄は正直こっちのデッキには、まあ、なかなか効きづらいカードではありますね。ノーンがいるので、人参ケーキが2回誘発。はい。さあ、トップに置いていく。ただこれ、相手が鳩を持っている可能性があるんで、ちょっとウセロは、まあ、人参ケーキ起動スタックで使っていきたいですね。さあ、地図トークンで、はい、ミストムはいいですね。これはまあ一旦フルパンしていきましょう。さあ、オールズの能力は、誘発していく。さて、まあ終了ステップにね、人参ケーキ、起動してきたら、インスタントを持っていない。さあ、どうでしょう。まあもしくはブラフで、っていう可能性もありますが、起動してこない。なるほど。まあブラフか鳩を持ってるかという感じですね。さて、まあただこのまま行けばね、普通にこっちが有利なんで。お、マナー使ってくる。これをウセロ打っていきましょう。さあ、ホントウッド死にますが、ワンドローに変わっていきますね。さて、まあこれはどっちでも強い盤面ですね。ミストムーア出してもいいですし、アトラクサ出しても強いと。まあとりあえずフルパンしていきましょう。さあ、9点通って残り4点。豆の木からのですね。はい。さあ、ミストムーは出していきたいかなと。ミーチ飛行が2体。まあ、太陽効果がない限りは、さすがに勝ってそうではありますが、はい。ここで投了と。GG。さあ、こちら後手。これはさすがにマリガンですね。はい。弱いですが、まあ、ソーホランド2枚あるんで、まあ、ギリギリキープという形でやっていきましょう。はい。相手、シメッククッキーですね。クッキーはね、かなり早いんで、ただ、まあ、太陽効果までの5マナ目を確保しますか。まあ、正直太陽効果打てない可能性もかなり高いですね。さあ、ワームレンダー。はい。これはドブンですね。さあ、2ターン目に3点が入っていく。まあ、豆の木を置くしかないということで、豆の木を置いていきましょう。ちょっとこれね、相手の動きがかなり強いということで、はい、さらに生命やるし OK。これはドブンですね。これもう9点9点で死ぬんで、はい。まあこれはしょうがない。GG。まあ相手クッキーということで、封鎖は入れていきましょう。あとベーザ入れて、正直大天使はね、打ってる余裕があんまりないんですよね。さあ、1本目は開けて2試合目。これもね、ちょっと怪しいですが、1枚ね、その白系のランドがあったらよかったんですけど、まあ一旦群れの渡りから白マナを持ってくる必要があるということで、まあ封鎖がね、その4ターン目になっていきますね。4ターン目まで生きていればという感じではありますが、
さあ、ということで、まあ、平地もう持ってきておきましょう。まあ、最悪3ターン目、力戦の束縛が打てるハンドですね。まあ、相手が小形とかを構えてきそうな感じであれば、まあ、豆の木を出さないという選択肢もありますね。さあ、また相手結構強い動きですね。土地引かず。これは一旦構えますか。まあ正直束縛を3マナで打つのって結構動きとしてはね、弱いんですけど、まあただこの状況はね、インスタント除去を構えてないとかなりきついということで、構えていきましょう。はい、これは構えてで大正解ですね。さあ、しっかりと1、2交換を取っていく。まあ打点の変わり方がね、さすがに違うんで。さあ、ただ土地引かず。土地欲しいですね。はい、超ホランド。束縛、さすがに、いや、まあいいか。一旦ね、除去で、しのいでいくのは、まあ全然悪くはないですね。さあ、クッキーを出してくる。まあ一旦封鎖も全然あるかなと。さあ、残り1マナなんですが、止まってくる。お、2マナ。まあ、クッキーの能力は3マナ起動ということで。はい。さあ、残り17点。これは、まあ、一旦封鎖打ってみますか。まあ、正直相手がカウンターを、構えてる可能性は全然ありますが、まあ、カウンターがあるのであれば使わせていきたい盤面ですね。はい。さあ、カウンターはなく、封鎖が通っていく。さて、ただ、まあ次のターンあたり、ちょっとね、ランドが欲しい盤面ですね、これは。さあ、さらに土地から、まあそろそろ相手、ミスラランドも起動できますからね。土地引かず。さすがにランドが欲しい。さあ、豆の木から、平地。まあ、最低限ですね。歴戦の束縛が相変わらず3マナではありますが。さあ、噴水口起動。相手これね、ちょっとミスラランド起動だと、ちょっとこっちが苦しくなっていきますが、はい、起動できますね。これはまあ、遠くにも使いますか。まあ、ドローを進めるという意味でも。さあ、トークンを除去って、まあ、このターンはとりあえず5点だけですね。まあ、6マナ使って5点なんで、まあ、許容範囲かなと。さあ、残り12点。統治。まあ、一旦また、群れの渡りですね。で、一応、車を持ってきて、次のターン大天使を、まあ、キッカーで唱えることができるようにしていきましょう。まあ、展開的には相手が、はい、まあ、クリーチャーを出してきてくれると、ありがたいかなという形ではありますね。まあ、ちょっとね、ミシュランドがね、特殊で、こっちのクリーチャーもね、33にすることができるんで、結構ミシュランドが厄介ではあるんですが、相手束縛に止まってくる。カウンター使ってくれる可能性ありますね。カウンターしそう。どっちかというとカウンターしてくれた方がありがたいかな、これは。はい。さあ、カウンターしていく。まあ、55にはなっていくんですが、アトラクサが着地していくと。さて、ミストムーア、エンチャント、群れの渡り、うせろ、これは洞窟ですね。相手カウンターが入ってるデッキということで、超ホランド、もう終わらず2枚目はいらなくて、あと1枚。まあ、群れの渡りかな、この感じだと。こんな感じでいきましょう。
カウンター使わせてよかったですね。ちょっとうっせろ入れ忘れたんで、豆の木と交換します。さて、はい。キープしますか。ちょっとやや重たいハンドかつ、封鎖がね、打てないハンドではあるんですけど、まあ、1枚白系の、はい、ランドが引ければという感じなので、で、群れのあたりが引けたので、まあ、3ターン目に封鎖を打つことは可能ですね。さて、はい。いや、シミッククッキーね、なんか、久々に当たると、結構ね、早いデッキっていうのがわかりますよね。さあ、これで、起動してくるのであれば、まあ、とりあえず5点クロック。はい。とりあえずは5点ですね。追加のクロックはなしと。さあ、ということで、群れの渡りから、平地を持っていきましょう。まあ、相手このターンはカウンターを打てないということで、封鎖を打っていくと。うん。まあ、この3ターン目にね、封鎖を打てると、だいぶ安心感が違いますね。で、次のターンは、まあ、ミストムーアを出せるということで、さて、保証か。まあ、一旦ミストムーアでいいかな。うん。まあ、相手が保証にね、地図トークンを使ってきてくれるのであれば、まあ、それはそれでよくて、でクリーチャーを展開してくるのであれば、まあ、太陽効果が刺さっていく形になりますね。さあ、追加の土地から、うん。生命ある小形。まあ、これはダブルブロックしていきましょう。で、生命ある小形から、クリーチャーがめくれたら太陽効果が、しっかりと刺さっていきますね。あ、ただ唯一、効果が刺さらないスクーナー戦がめくれてしまいましたね。さて、これは、まあ、一旦束縛いきますかね。封鎖はちょっとまだ取っておきたいかなという感じではあるかなと。うん。まあ、クロックはね、そんなに相手まだ高くない状態ということで、まあ、もう一回小形が来たらあれですけど、まあ、カウンターされない、こっちのね、メインのうちに、束縛を打っていきましょう。まあ、クリーチャー展開であれば、まあ、太陽効果が、刺さっていくということで。さあ、ただクッキーか。これ7点クロックですね。さあ、クッキーからの7点パンチ。これは、まあ、効果を打ちますか。さあ、残り6点。で、一応次のターン、土地が引けたらね、ミストムーアも出してはいける形ではありますが、まあ、一応ホントウッドを出していきたいということで、魂の洞窟はアバター指定ですね。いやー、ただ強い。さあ、まだ残ってるか。残り2点まで行くんですが、さらにミシュラランド。これ耐えれる？大天使。ミストムーアがこのターン、クリーチャーになるんで、クッキーを除ければいいか。大天使でクッキー除去が一番丸そうですかね。4点ゲインできて、相手クッキーもいなくなって、うん。まあミストムーアとかホーントウッド、封鎖よりもこっちが良さそうですね。さあ、クッキーをしっかりと除去って、ライフを6点まで回復。さらにミストムーアが出てくると。まあミストムーアね、本当後々、完全なるフィニッシャーとして出てくるので、いや、かなり強いですね。さあ、ミストムーアで勝っていく。GG。
良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。